ですね。で、第3問見ていきます。As a sailor and lover of stories, Portia's father read her the Arabian Nights, Shakespeare, and Greek mythology, and he instructed her in sailing and celestial navigation. ここシェイクスピアが出てきたっていうのちょっとあれですね。最初のポーシャっていう名前、シェイクスピアのね、ベニスの商人の女主人公だったんですけれども、お父さんも、いろいろこう、船乗りであったり、そして、物語の愛好者、小説家、小説好きってことですよね。小説好きだったということもあったので、おそらくお父さん、自分の娘さんにシェイクスピアのポーシャってつけたんでしょうね。で、ここで由来がわかるのかなと思いますね。やっぱりシェイクスピアから取ってきたんだよということですね。で、Greek mythology、ギリシャ神話であったり、アラビアンナイト、アラビアのね、物語、千夜一夜物語ですね。で、he instructed her、彼女に教えたセーリング、航海術、それセレスティアルナビゲーション、天体工法ですね、を教えたんだよということです。文構図を見ていきます。As a sailor and lover's stories, Portia's father read her the Arabian Nights, Shakespeare and Greek mythology. 主語が father、動詞が let。で、Arabian Night, Shakespeare and Greek mythology がここ目的語ですね。最初の文の。で、and で結んで並列関係で、he instructed her、お父さん、動詞、彼女にインセーリングを教えたということです。で、メソロジーは神話全体を指す包括的な概念として使われます。神話全体という指す場合、大雑把に指す場合はメソロジーですね。ミトスとかミスティックトラディションとかっていう言い方もします。で、同義語としてですね、いくつかあるんですけれども、フォークロアとかレジェンド、サーガ、ロアとかもいくつかあります。使い分けでね、細かい違いがあるので見ていきましょう。フォークロアは民間伝承ですね。フォークソングっていうのありますけども、あれは、その土地に根ざした音楽ということですね。フォークミュージック、フォークソングっていうのはね。フォークロア。で、ロア、ここに出てますけども、ロア。特定文化に伝わる知識や伝承のことをロアと言います。このデッドバイデイライトの背景をちょっと英語で見ていただいた方はご存知だと思うんですけども、バックグラウンドとは書いてないんですよね。キャラクター背景って。このロアを使ってるんですよ。なので、特定文化に伝わる知識や伝承ということなので、キラーさん特にね、そのキラーさんはその土地土地に、根ざした背景によってですね、いろいろあってですね、因縁とかがありまして、辛い過去があって、キラーさんになったっていう風な意味がありますので、この場合ね、特定文化、ロアを使ってるんでしょうね。バックグラウンドではなくてロアを使ってるっていうのがね、ちょっと意味慎重なのかなと思います。で、他ね、レジェンドがありますね。これ、レジェンダ、ラテン語の由来で、英雄伝に焦点を当てておりますね。レジェンド。レジェンド・オブ・ギャラクティック・ヒーローズって銀河英雄伝説。銀河英雄伝説を英語に直したときはあれ、レジェンドですね。レジェンドを使っております。そしてサーガですね。これ、コースカンジナビア語で北欧伝説を指す場合にはサーガを使います。オーガバトルサーガってありますね。オーガバトルですね。あれは北欧伝説の話ですね。あと、ロマンシングサガってありますけれどもね。有名なゲームソフトです。あれはサーガですね。あれはサーガですね。こういうのはちょっといろいろね、使い分けたりしておりますので、その文章のね、正しい言葉をね、ぜひ適切な言葉を選んでいただければよいのかなと思います。はい。で、ミソロジーを使った例文なんですけれども、System for allowing a person to experience systems of mythology. System for allowing a person to experience a system. 人がこれを経験する Systems of mythology の神話のシステムを人が神話の体系を体験することを可能にするシステムというふうな内容。これ特許のタイトルなんですけれども、
人が神話の体験を体験することを可能にするシステムって、ちょっと、こういう訳し方がいいのかな。ちょっと、私なりに訳したんですけど、ちょっとぎこちない訳がね、特許翻訳とかでね、好まれるというか、そうしないといけないので、多分こういう訳になるのかなと思います。はい。で、今度ね、セレスティアルっていう単語がありました。見ていきましょう。セレスティアルね、天体や空に関して、広範な意味を持つ形容詞ですね。これも同義語いくつかあります。アストラル、特に星に関しては、アストラルを使います。で、よくにね、ステラも星に関するもの、特に星座とか言います。で、同じゲーム、スティームにね、ステラリスっていうゲームがあるんですよ。ストラテジーのゲームなんですけれどもね、宇宙を舞台にこう、三国志みたいな感じで領土を広げていくっていうゲームがあるんですけど、ステラリスって言います。ステラリス。ステラが語源ですね。他にね、ヘブンリー。これ天国の宗教的な意味があります。天に増します父なる神のとかっていうね、あれヘブンですね。で、アストロノミカルですね。これは天文学的な、アストロノマーって天文、宇宙飛行士のことを言いますけれども、あれ天文学的な視点、科学的な宇宙の場合はアストロノミーとかアストロノミカルを使いましょう。はい、例文ですね。Techniques for using the program to determine the positions of the celestial objects are clearly described in this reference. Techniquesそうして、この場合技術がですね。で、for using the program、そのプログラムを使う技術、どうするのか、to determine、決定する the positions of the celestial objects、天体の場所、位置を決定するためのと。で、それが明確に described、記述されている in this reference、参考資料には、本参考資料には天体の位置を特定するために、天体の位置を決定する、ここでは特定すると訳しておりますね。特定するために使用されるプログラムの操作技術が明確に記載されております。はい。では、3分のね、訳詞ですね。The sailor and lover of stories, Portia's father read her the Arabian Nights, Shakespeare and Greek mythology, and he instructed her in sailing and celestial navigation. 船乗りであり、物語が好きなポーシャの父親。As a sailor and lover stories. As a sailor, 船乗りであり、物語が好きなポーシャの父親は、ここの場合はね、アズの、このセーラーもラバーもポーシャのお父さんのことを指しますからね、ここの主語の説明ですよね。は、レッドハー、彼女にアラビアンナイト、シェイクスピア、グリークミソロジーを読ませてあげた。そして教えたセーリング・セレスティアル・ナビゲーションを。船の乗りであり、物語が好きなポーシャの父親は彼女に千夜一夜物語やシェイクスピアギリシャ神話を読み聞かせて、航海術や天体候補を教えたと。はい、ということで、船乗りであり、物語が好きなポーシャの父親が、お父さんも船乗りであって、そして物語の小説が好きだったんですね。で、読み聞かせてあげたと。いいお父さんですよね。航海士に対してとか、商人のための住居地も率先して作って、そして、ポーシャもね、幼いんですけれども、その幼いポーシャに航海術も教えてあげて、そして天体候補も教えてあげたっていう、非常に子供思いのね、子煩悩なお父さんだという印象がね、ここまでで読み取れるかなと思います。はい、次、最後ですね。